はい、どうもこんにちは、エンジン太郎です。そうですね、今回はこのクランクケース、純正側のクランクケースを加工して前回作った新規のクランクケースが取り付けられるようにしたいですね。このように取り付けられる準備をしていこうと思うんですけど、まずやらなきゃいけないのはジグの製作ですね。それをやらんことにはどうにもならないといった感じです。なのでジグ作りを先にやることになりますね。ジグですが、アイスに固定するためにこういうベースプレートを用意してこんな感じで固定したいです。それでここの面を加工していくという、そういう手順ですね。それでやっていきたいです。なのでこれにエンジンマウントを作ることから始めます。土台はこれを使うんですけど、他の部分でもうちょっと薄い鉄板でやっていくので、それを切るところから始めます。切るためにレーザーカッターを使って定規的なものを作りました。これでうまくいってくれるいいですけど、ダメだったらまた別のやり方。普通にグラインダーで削って切っていくっていう方法になりますね。できればプラズマカッターである程度荒取りできると楽でいいので、まずはそっちでチャレンジです。レーザーカッター使って薄いベニヤ、切るだけは切ったんで、これにこのままいくとあっという間に焦げちゃうので、銅のフィルム貼って、多少焦げ対策して、それでプラズマカッターで切ろうと思います。では作業を始めていきます。写真がひどいから。うまくいけばラッキーですけどね。1枚だけとりあえずやってみます。ダメならグラインダーですね。銅箔巻けば結構いい感じで綺麗だね。とりあえず短時間ならなんとか使えることが分かったので、他の部品もどんどん切っていきます。定規代わりにしたこの木に関してはもう1回で使い終わりですね。やっぱ長くは持たないです。長く持たないけどガイドとしては使えるって感じですね。なんとかこれで全部できました。それではこれを整えていきます。とりあえず切った時についたノロをグラインダーで剥がしてきれいにしていきます。ノロを取って仕上げの準備ができたら仕上げをしていきます。溶接で2枚貼り付けて型紙貼ったので、あとはこれ型紙通り削って整えてきます。
はい、とりあえず曲線を使ったパーツも取りましたは大体できましたね。あとは穴開けとかやってきます。それと、四角い部品、四角いやつですね。じゃあこれで、板材作っていきます。フライスでこの周り整えて長穴開けていくだけですね。じゃあフライスセットしていきます。はい、まずはちょっと取り忘れて削っちゃいましたが、ここ整えていきます。他の板もどんどん整えていきます。これで前後2面だけまず先に進めていきます。あとは側面を整えて予定寸法の四角の板が出来上がります。ここで予定寸法をきっちりにしとくと後が楽になるのでちゃんとやっときます。はい、これで四角にしなきゃいけない部品全部四角になりましたね。よし、所定の寸法になったのでこいつに穴開けを施していきます。今回はスコープで基準点を決めていきます。100分の1ミリとかが欲しいんでなければこれでやるのが一番早いですね。はい、1個できたと。まず1個目の穴開け完了。次はこんな感じで長穴ですね、開けてきます。穴開けた27。あとは今開けた穴をエンドミルで広げていきます。まあこんなもんでしょ。後でバリは取るとして、残りの板もどんどん穴開け加工を進めていきます。バイスにくっつけてやる作業はこれで終わりかな。よいしょ。はい、長穴加工3枚終わりましたね。1枚ちょっと失敗しましたが影響のない場所だと思うのでこのまま進めます。次は曲線パーツの長穴加工を進めます。よし、これで円弧状の長穴。まあ短いのでほぼまっすぐに見えますけどね。まあ、とりあえずこんな感じです。
残りの部品ですが、一応このベースプレートで最後になりますね。まあ実際には細々したのやらなきゃなんないんですけど、とりあえずメインとなるのは次のベースプレートが最後になりますね。まあこれは穴開けがメインですね。ドリルでセンタードリル。中央に位置する8箇所ですね。8箇所は M6 のタップなので 5.1 下穴です。よし、これでよし。あとは四隅に8ミリのドリルで穴開けて、それを長穴加工していきます。はい、これで穴開け作業、ベースプレートの穴開け全部終わりましたね。この後は各パーツ組み合わせての溶接になりますね。一通り一番重要な部品というか、最低限必要な部品を作りました。ただまあこの状態では強度全然ないので、柱入れたりなんだりと、この後強度上げていくんですけど、まずは形にするところから始めていきます。2枚セットになっている部品は分割しなきゃですね。こうやってこじれば取れますね。はい、ガスケットなどとりあえずくっつけて仮組みはしてあります。あとはこれがマウントできるかどうかですよね。ぶつかる？ちょっとぶつかるな、あっちこっち。ちょっとここは避けると。でこっちは大丈夫だね。こっちは大丈夫なんだよね。じゃあ、ここだけグラインダーでパーッと削っちゃいます。この部分ちょっと削ったので、これでマウントできますね。はい、これまではい、簡単な形状なので旋盤で作ってきました。スペーサーですね。ここの間に入れればちょうどよくなります。はい、でこの状態で溶接してしまえばいいですね。2、3箇所点付けして仮付けの後は本溶接もどんどんしていきます。この段階で取り付ける必要のあるウェルドナットなどもどんどんつけちゃいますね。はい、1個は溶接ナットつけました。でこっちも同じように溶接ナットつけときます。こっちも処理終わりと。
ここでもう一個の部品と仮固定しておきます。こうやって固定と、反対側も同じように固定して、それでこの3本緩めれば多少角度を変えられるっていうやつですね。調整できますね。はい、そしたらこれで本体へマウントすると。で、これがこっちと。はい、これで。よし。これで溶接するか。はい、ベースプレート、ここで溶接ですね。一回。よし。とりあえずこの状態で、点付け溶接しちゃいますね。仮にとにかく固定しないことには先に進めないからな。調整もつくし、いい感じでマウントできてると思います。フレーム側のエンジンマウントはこんなもんですね。それが終わったので、次、ステップ側のエンジンマウントやっちゃいますね。ここにくっつける感じなんですけど、先にここのボックス構造を作ってきますね。ここの先端、ここだけでも固定してしまえばあと楽になるので、よし。ではまずこいつの補強だけちょっとやっちゃいますね。片側3箇所ほど補強を入れてきました。でこれをここにつけると、よし、じゃあ点付けしちゃうか。これで前側と後ろが一応仮で固定できました。ここから先はどんどん溶接してきます。仮固定の部分を。上がこっち側のフレームは、こんな感じで柱をペッ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 と何本か入れてきながら補強してきます。それで少しでも強度を稼ぐっていう算段ですね。
溶接終わってプレスで矯正して綺麗に形は問題なくなりましたね。よし、じゃああとは仕上げていきます。次はこっちを仕上げていきます。よし、これで OK。 はい、全パーツで揃ったので一応組み立てていきます。よし、でこっちも同じように。よし、これでここに固定と。よいしょ。これで OK で、セットしてみますね。OK。次、これでどうだ。一応これでいいんじゃないかな。そしたら、これをフライスに固定して切削しますね。切削しますが、もうここまでで相当時間がかかってます。結構時間かかっちゃってますね。今回ここまでかな。ただまあテスト切削までやりたいので、ちょっとこの辺削るのだけはやってみます。ではとりあえずフライスにセットして削ってみましょうか。よいしょ。結構切削エリアギリギリなんですよね。まずここを測ります。このシリンダーの接続面を測って、こっちにもこっちにも転ばないような場所を探します。こっちが今高いので、こっちにちょっとシム入れますね。こっちの転び、左右の転びはベースにシムを入れることで対応できるはず。前後の転びは調整できるようにしてあるので、ネジをちょっと緩めて調整していきます。まあとりあえずはここで見るとメモリ6ですね。でこっちに行った時6ぐらいになってくれれば6ですね。なので高さ、この向きは揃いました。あとは前後の転びか。前後も
揃ってるな、大体。よし、これでいこう。はい、これでフライ製のセット自体は完了ですね。まあ一応固定はできました。まずこの辺やってみます。うまくいってくれればいいですけどね。じゃあ削っていきますか。はい、一発目刃を当てた感じは思ったほどはビビらないっていう感じですね。かなり手加減して削ってるので、ここでもうダメだとどうにもならないって感じですが、まあこのままならなんとかいけそうです。無理をするとビビりますが、まあ手加減してれば十分やれる感じですね。悪くない。この切削面なら十分。とりあえずシリンダーの取り付け面とつらい位置になるまで、まあとにかく削ってみます。とりあえずゆっくり削っていけば問題は出そうもないので、ゆっくりゆっくり進めていきます。試しに切り込みを増やして横刃でも削ってみます。ラフィング使ってるのでそんなに切削抵抗は大きくないと思います。なのでまあなんとか削れるなといったところですね。今回はここまでになりますね。次回ですが、穴開けをやってパーツを溶接していくっていう作業ですね。うまくいってくれるといいですけどね。まあでも、ジムがうまくいったのは助かりましたね。ジムうまくいってくれたんで、なんとか切削までこぎつけられました。よし、どうもご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。